毎回毎回違うもの出してくれるから、まあまあ何食べても美味しい。ある時とない時とあるんですけど、スパイスカレーは食べていただきたいなと思います。やっぱりこうメニューがかなりラインナップが豊富なので、まあ、苦手な食べ物とかある人でも連れてきやすいですね。私はお客さんでまず来てたんですけど、通ってていいお店やなと思ってバイトさせてもらってて、まあアットホームなところが魅力ですね。でもなんか何品も食べてました。ずっといました。K ですか？ K です。これ以上出ない人。岩崎クラブさんっていう元町にあるんですけど、そこもすごい人気で、でもすごい毎日満席で、料理も美味しいですし、五島列島の食材を使った居酒屋さんをされてて、店主の方がご出身とかですかね。奥さんが出身で、そうで五島に帰って行って食材見つけて、それ出したりとか、すごい面白いなと思って、美味しいですね。いや、最初は別に五島の食材使おうとは思わなかったんですけど、やっぱ周りの飲食店の先輩とかにも、いや奥さん五島列島出身で五島列島をねやっぱ使わないのは、やっぱりなんかもったいなくないと、で、まあ、自分でも何回も五島に行ってるし、まあ、五島の良さは分かってたから、まあやるかと、五島列島使うかと。ご当主に、例えばこの内観とか外観とか、あとメニューとか、五島のものをどれだけ使ってるかとか、どういうメニュー構成でやってるかっていうのを送ってご当主に。そうなんですか。向こうの人が購入してくれたら、そのまず賞状みたいなのがもらえて、でその後その火がそれ一個一個手作りっていうか、火1枚で作ってもらうんですけど、それを送ってもらえる。そうなんですか。これは何ていうお魚ですか？これサワラです。これはメジナです。メジナ。五島列島やと黒って言います。普通はメジナという。うちの奥さんの出身は福江島っていう五島市なんですけど、福江のまた上の島からお魚を直送してもらってます。岩崎さんはご出身はどちらなんですか？僕はね、愛知県の出身で。そうなんですか。もともとは大学卒業してサラリーマンで新卒で入ったんですけど、本当は飲食業に入りたかったんですけど、まあ親に止められて一回就職してくれと。やっぱ飲食店
ずっとやりたかったし、もやもやしてる時にまあ後で紹介しようかなと思った店があるんですけど、そこの学生時代からずっと一緒にいる先輩がいて、よかったら大阪で一緒に働かないって声かけてくれたから、愛知ぶっ飛ばして大阪まで出てきました。ああ、そうなんですか。なんかもともとは独立するつもりなかったんですよ。だけどまあコロナの時にいろいろあって、もうそれやったら自分でやった方が、ね、こういう自分の思いとかそういうのも出せるかなと思って独立して、勇気はいったけど、まあ、できるとは思ってたんで、あと近く民泊も多いし、そういうので外国人のお客さんとかも増えてきて、でまあこの辺に住んでる人にも認知してもらって、あとはまあその五島列島っていうワードが強いですね。やっぱりあんまりね、こんな五島列島推しでやる店多くないと思うから、まあでも五島列島って本当に何でもあるんで、肉も牛も豚も鶏もジビエもあるし、お酒もいろいろジンとかワインとか焼酎も作ってるし、あと五島人っていうのが結構有名で。そうなんですね。食材の宝庫なんですね。そうですね、なんか本当に何でもありますね。山の方の紀宿っていう場所で作られている味噌とかも使ってるんですけど、ちょっと甘めで美味しいし、あとは柚子胡椒もすごい、いつもずっとオープンした時からずっと使ってる柚子胡椒があって、それも美味しいし、今日やとメニューに入れてる五島で作られた豆腐とか厚揚げとか、そういうのもめちゃめちゃ美味しいですね。これは平鈴木です。これはバラモンビールっていうちっちゃいボトルのやつが五島列島焼酎っていう、それは、福江島で作ってるミイラクかなで作ってる焼酎で、ああ、そうなんですか。まあ、そっちは芋も麦も作ってます。それが今回ちょっと買ってきたやつ、五島で限定のご当地、本当にチョコレートみたいな、書いてもらったら分かるんですけど、おお、すごい。チョコレート、これ1年に1回しか出ないから、これね、これが普通のご当人。普通のご当人は五島って椿の花がシの花、シで制定されてる花なんですけど、その椿のオイルが入ってる、匂いかアロマかが入ってるやつで、めちゃくちゃ香り良くて、うちの店トニック置いてないんですけど、もうトニックなくてもすごくいい匂い。うわー、すごい。めっちゃ美味しいです。これはめっちゃいいですね。はい、へえ。今はこの2種類、毎月来るようになってて、はい、だから試験醸造みたいな、次なくなったらこれ出すんですけど、試験醸造とかこういうのもあります。試験醸造。でもご当人ってすごい人気やから、多分普通で言ったら多分なんかネットとかあんま買えないらしくて、よくねテレビとかにも出るんで。これは何の仕込みですか？これはメニューにある青さのあんかけがあるんで、これが本当ついこの前冒頭で買ってきた生の青さ。なんていうのしようか。なんでしょう、なんでしょう、名前わかんないな。何でもバラもんついてます。これも美味しい五島のジャン。矢崎さん、お店の名物とかってあるんですか？名物はあんまりないです。メニューが毎日書いてるんで、その時の仕入れによっていろいろ変わるから、
名物みたいなのはそうですね、もう五島ってついてるやつが名物ですっていうようにしてます。逆にいろいろおすすめあると思うんですけど、岩崎さん的にこれ食べてほしいなっていうのってあるんですか？そうですね、なるほど。まあでも魚とかは食べてほしいな、まあ、今日やったら、まあ、一応五島のマダイだけはあるんで、自分で釣ってきたやつを送って、そのマダイとか今日やったらあるし、まあその野菜自体は今は、毎週届けてもらえるようにしてて、だから野菜もすごく美味しいし、あとは、まあ、五島牛もあれば、五島牛って、ね、多分大阪で食べれる店多分ほとんどないと思うから、そういうのもあればおすすめするし、あとはそうだな、まあそういうさっき言った紀州の味噌とかそういうのもメニューに加工っていうかそのメニューにしたりとかするし、こういう生の青さとか、送ってきてもらったものをそのままメニューにするのがもうその時の名物。島に帰られたら毎回釣りされるんですか？天気良ければ、天気が良ければと、まあ、あとはお父さんが船を持ってて、その船で一応沖の方まで釣りに行くんですけど、だからお父さんの、まあ、仕事の都合次第アダの人にもらいました、さっきの焼酎。なんか必然的に魚系が多くなっちゃう、ランチはどういうメニューを提供されてるんですか？ランチは一応週替わりで2種類と、あとまあ鶏の唐揚げ定食と、あとは日替わりの4種類と、まあ、仕入れとか、まあ、気分によってはもう1種類入れたりとかして、そうだからまあメインと副菜をいつも2個手作りで作ってて、サラダとご飯と汁物っていう感じで、もうほとんど近所の方が毎日来てくれるような平日だけやってて、まあ、大体今1000円ぐらい、なるべく1000円以上にはいかないようにしたいなっていう、まあ、どこでもね今1000円以上するから、そうなるべく頑張ってやってますありがとうございます。ちゃこさんにご紹介していただいた時に、やっぱり岩崎さん人気で結構いつ行ってもいっぱいやよっておっしゃってたんですけど、来やすいよっていう時間ってあるんですか？結構土曜日があまり空いてる時間多いですね、どっちかといえばいつもですけど8時以降とかの方が混み合うんで、ちょっと遅い時間ですね。早い時間の方が空いてたりはします、予約は取れるんですよね？予約は取れますけどあんまり予約入らないですそのお刺身ちょっとしゃぶしゃぶっていうか、はい、お湯通して子供食べれるようにしてってくれるタイを、はい、とりあえず普通の刺身だけまず出しますね、
し巻きかまぼこ。味巻き味巻き。五島列島のでこれも五島のトマトいつも水これで全部五島列島3点盛り柚子胡椒です五島のこれが五島の大根のまあ薄味で炊いたやつですすやさんっていうところのこれが味噌です。五島寄宿味。五島の豚とニンニクの芽と味噌で炒めます。今がちょうどニンニクの芽が出る時期なんでちょうどいいですね。またこれが終わったら普通のニンニク出てきて、五島のニンニクってめっちゃでかくてこれぐらいある。それがめっちゃうまいです。なんかじゃがいもみたいで。はい、五島の豚と五島のニンニクの芽の寄宿味噌炒めであまあ何食べても美味しいし、で融通聞いてくれる、まあマスター一人でやってるから、その辺は来やすいね、毎回違うもの出してくれるから、これが美味しいっていうのはないけど、まあ何食べても美味しい、ありがとうございます。ゴールデンウィーク前やったらしゃあないですね。
今詰めたんで。今日はカレー作る。多分今頃カレー来てます。五島の魚介だし、カレーです。貝の荒だしで、だし取ったやつに五島の、お魚とかもめっちゃ入れて、タケノコと一緒に。いやーって感じだね。頑張ってない。わざわざなんか生やすことあるかなって。まあそうなんや。下処理がめんどくさい。さんが飲むあれではないです。多分戻って飽きてきません？普通に多分。やることないやん。なんか海外いいとこない。海外行くやつ。何それ？やってみよう。まあ確かに。あって楽しくない可能性ある。いつかブロックされるかも。今はちょっと無理。無理な。今に関されるのばっかりですね。お店のですね魅力をお伺いできればと思うんですけど、やっぱり料理が美味しいんで、岩崎さんが作られる料理が好きで、いつも来させてもらってるのと、やっぱりこうメニューがかなりラインナップが豊富なので、苦手な食べ物とかある人でも連れてきやすいですね。岩崎クラブさんに来たらこれ食べたら間違いないよっていうお客様のおすすめってありますか？その日替わりで結構変わるものもあるんですけど、ポテサラは美味しいですね。ポテサラとあと半殺しキムチと卵焼きっていうやつは結構高確率で僕は頼むので、すごい当てとして最高だなと。店の魅力は、私はお客さんでまず来てたんですけど、通ってていいお店やなと思ってバイトさせてもらってて、アットホームなところが魅力ですね。みんなお客さん同士も仲いいですし、なんかついつい長居してしまうお店だと思います。私 お客さんで来てる時は常にポテサラを食べてたんですけど、でもなんか何品も食べてました。ずっといました。
OK ですか？ OK ですもうこれ以上出ないでしょでもこれお客さんから来てからその素敵なエピソードが伝わればいいな。自分で言う岩崎さんにとってですね、ここは名店だ、ここは、おすすめだと思われるお店を紹介していただきたいんですけれども。まあ、僕を大阪に誘ってくれた先輩のようなお兄ちゃんのような、難波にあるオーバー・ザ・オーバーという藤田さんっていう人がやってる、まあ、近くにもこの近くにも根付くっていう2号店があるんですけど、まあ、1号店でやっているオーバー・ザ・オーバーをおすすめします。おすすめのポイントっていうのはどういうところですか？まあ、食材に対してもそうやし、やっぱ熱量が料理に対しての熱量がすごいんで、やっぱその、まあ、あんまりその頻繁には食べに行ったことはないですけど、やっぱいつもインスタとか見てるとすごく熱意を感じるなって。お酒の種類とかペアリングとかお客様に対しての心配りのなんかを見てるとすごいおすすめしたくなるなって思います。レストランみたいな感じなんで単品もあるけど、結構美味しいです。あとは、そうですね、またその近くにある田中んちっていう、まあ、知り合いのお店なんですけど、昼はスパイスカレー出してて、まあ、夜はなんかアットホームな居酒屋、おばんざいとか出してる居酒屋さんで、その店主の田中さんもすごく話しやすいし、まあ優しい感じなんで、いろんな結構芸人さんも頻繁に行ったりしてるみたいです。お昼と夜どっちがおすすめですか？まあどっちもおすすめですけど、お酒飲むやったらね夜がいいと思うし、お昼全然ランチもすごくそんな値段でいいのってみたいな感じでスパイスカレー出してるんで、すごくおすすめです。はい、あとは裏難波の方にあるスタンド錦っていう立ち飲み屋さん、まあ、昆布を使ってるお店で、昆布の焼酎漬け込みで自家製でやってるのが、まあ、僕夫婦でよく行かしてもらうんですけど、昆布焼酎がすごい美味しいです。3種類ぐらい昆布使ってる焼酎漬け込んでて、うちの奥さん焼酎芋焼酎かな、じゃあ芋じゃないか、焼酎そんなめっちゃ好きではないけど、その昆布焼酎だけ飲みたいから、あんま自分からこの店行こうとか言わないけど、そのスタンド錦さんは行こうって言いますね。はい、まあ、本当に夫婦で行くってやったら結構そこも結構多いんで、これは結構おすすめです。でもこの近くだと日曜日ってお店も僕はめっちゃ好きですけどね、焼酎がすっごいブワーって壁一面並んでて、そこもランチもやってて夜もメニューめっちゃあるから、めっちゃ近いです。もうそこ信号曲がってピュッて行ったとこまっすぐ行ったら八坂神社の裏ぐらいにある、そうなんか柴犬のくまちゃんっていうのが看板犬でお昼だけいるかなそうランチもすごいボリュームあるし、そう、まあ、僕は勝手にランチも夜もやってるんでライバルだと勝手に思ってますでも焼酎だけで言ったら大阪でもほんま結構有名な方なんじゃないですかね。200種類ぐらいあるのかな。そんなにあるんですか？めっちゃいいと思いますよ。どこだったっけな、宮崎、店主が宮崎の出身で、宮崎の料理とかも出したりとかしてて、ご飯も全部美味しいです。本当まあまあライバルですね。そうだからうちもいろんな焼酎昔は置いてたんですけど、もうそっちがやっぱ種類めっちゃあるし、ね、もう僕は五島だけでいいかなって感じで五島の焼酎はいっぱい並べてますけど。ありがとうございます。